いくつか作ってきたけど、これが、ベスト。DIY、自作ろ過装置の、作り方。こんにちは、亀太郎です。こんにちは、シャキです。この水槽は、草亀騎士さんの水槽です。草亀騎士さんは、このチャンネルの動画を見て、ろ過装置を作ってくれたんだけど、まだ中学生なのよね。中学生で、こんな立派に作れるなんて、すごいよね。ですねですね。亀さんとろ過って、飼育する際の、一つのテーマでもありますよね。そうだね。熱帯魚とかに比べると、汚れもひどいし、亀さんのろ過って、ちょっと難しいよね。それで、この、ろ過装置の作り方に関する質問が、何人かの人からあったので、今回は、ろ過装置の作り方を紹介します。亀太郎が丁寧に、紹介してくれるそうなので、ぜひ最後まで、見てくださいね。じゃあ、亀太郎、よろしくね。わかりました。亀太郎の、自作ろ過装置。では、ここからは、亀太郎が、作り方を紹介していきますね。まず、この、2種類のコンテナボックスを、用意します。今回用意したのは、NF ボックスの、25、13、です。これに、穴を開けていきます。まず、大きい穴、48ミリの大きさの穴を、13のボックスの底に開けます。穴を開けるには、この、自在切りという道具を使用します。これは、好きな大きさの穴を開けることができる、便利な道具です。ここに刃がついていて、動かすことによって、好きな大きさの穴が開けれます。今回は、この、自在切りを、電動ドリルに取り付けて、使用します。それでは、早速、穴を開けていきます。次は、21ミリの穴を開けていきます。これは、ショートビットという穴を開ける道具です。21ミリの穴を開ける際、これを使用しました。これは、それぞれ決まったサイズが売っていますので、目的に合わせた大きさを購入します。今回は、これを、インパクトドライバーに取り付けて使用しました。今度は、小さい穴を、開けていきます。こんな感じで、3つの穴を開けます。穴が開いたら、次は、部材を取り付けていきます。使用する部材を、紹介しますね。まず、排水バルブソケット。次は、TS バルブソケット。そして、TS 水栓ソケット。最後に、ゴムパッキンです。そして、TS バルブソケットと TS 水栓ソケット、そしてゴムパッキンはそれぞれ3つずつ使用します。それではこれらの部材を取り付けていきますね。まず排水バルブソケットを大きい穴に差し込みます。48ミリの穴なのでキツキツだと思いますがねじ込んでいきます。次は TS バルブソケットを小さい穴に差し込んでいきます。今度は、今差し込んだ TS バルブソケットに、ゴムパッキンを取り付けます。この、ゴムパッキンを挟むことによって、水漏れを防ぐことができます。最後に、TS 水栓ソケットを、ねじ込んでいきます。実際には、バルブソケットの方を、ねじ込んでいく感じになると思いますが、柔軟に対処してくださいね。もう、ここまで来たら、ほとんど
完成です。もう少しなんで、頑張ってくださいね。ここからは、また、いくつかの部材を使って、組み立てていきます。使用する部材を、紹介しますね。これは、VT13 のパイプです。短いのを少しだけ使います。次は、VT25 のパイプです。これも、少しだけ使います。そして、VU50 のパイプです。これも、少しだけ使います。そして、これが、TS 系違い L5 です。違う太さのパイプを、接続するのに使用します。これらの部材を使って、これから作っていきます。この中から、まず、VU50 のパイプを使用していきます。この VU50 のパイプを、少し加工します。加工といっても、少し切り込みを入れるだけなんですけどね。この、加工したパイプを、ボックスの中に入れます。このパイプは、このまま少し置いといて、次の作業に進みます。次は、系違いエルボを使用して、パイプを組み立てます。この、系違いエルボに、VT13 のパイプと、VT25 のパイプを、差し込みます。これを、2セット作ります。2セットできたら、これを、ボックスの中に設置します。そして、ボックス内の、バルブソケットに差し込みます。次は、100円ショップで買ってきた、猫よけのトゲトゲを敷いていきます。パイプが通るところに、穴を開けてから、敷いていきます。今度は、この上に、8底ネットを敷きます。8底ネットも、100円ショップで買いました。同じように、穴を開けて、敷いていきます。8底ネットを敷いたら、この中に、ろ材を入れていきます。この塩ビパイプは、切り込みを入れた VU50 です。ろ材は、8底石を使用しています。ホームセンターで、安く売っていたので購入しました。ろ材は、何でもいいと思います。かなりの量が入りますので、好きなろ材を入れてください。上の段には、これも100円ショップで買ったのですが、鳥よけネットという商品を敷いていきます。そして、その上に、ブラックマットという商品を敷いていきます。これは、フィルターなんですけど、洗って再利用ができるので、便利な商品です。次は、シャワーパイプを作ります。VT13 のパイプに、穴を開けただけですけどね。これを、上の段の、バルブソケットに差し込みます。そして、最後、蓋に穴を開けます。長々と説明してきましたが、これで、完成です。やったー！やったー！最後に、ちょっとだけ、このろ過装置の仕組みを、紹介しますね。このろ過装置は、この箱を重ねて使用します。これから、どういう仕組みになっているのか、説明しますね。まず、ここから水が入ります。そして、このブラックマットで物理ろ過を行います。先ほども言いましたが、このブラックマットは洗って何回も再利用ができるので便利ですよ。このブラックマットの下には水が溜まっています。溜まった水は排水バルブソケットを通って下の段に流れていきます。下の段に流れた水はそこから溜まっていき、ろ材を通過して上に上がっていきます。ろ材を通過したろ過された水がパイプを通って
排出されます。底面フィルターの吹き上げ式みたいな感じで思ってもらえれば良いと思います。あと、水が上段ボックスから落下するので、酸素も供給されます。いくつかろ過装置を作ってきましたが、今のところ、これがベストなろ過装置だと思っています。この亀さんは、草亀騎士さんのアダムちゃんです。ろ過装置を設置してから、快適に暮らしています。そうなんだね。このろ過装置は、生け量として考えたんだけど、水槽で使っても良い感じだよね。そうよね。ただ、水面に落下する水の音が結構大きいので、悩んでいたみたいよ。そういう時は、水面までパイプを伸ばせばいいんだよね。今日は、ろ過装置の作り方を、亀太郎に紹介してもらったけど、いかがだったでしょうか？わかりやすく説明したつもりだけど、伝わったか心配だよ。大丈夫なんじゃない？シャチはよくわかんなかったけど。そうなの。冗談よ。それにしても、水が澄んで綺麗っていうのは、気持ちが良いよね。そうだよね。俺も、そこまで見えていると、気持ちいいし、安心するよ。あとさ、前に作ったろ過装置と、今のろ過装置って、亀太郎が作り変えたから、違う形でしょ。そうだね。どっちの方が、ろ過能力が高いの？今回のろ過装置は、以前に作ったろ過装置に比べたら、倍くらいのろ材が入るから、今回の方が、ろ過能力が高いんじゃない？そうなのね。多分ね、あんまりわかんないんだけどさ。なんなのよ、ちょっと適当すぎじゃないの。ごめんなさい。それで、うちの池では、このろ過装置を、2つ設置しています。池も、2つあるからね。水が、ろ過装置から第1池、そして、第2池と、循環するように作ってあります。あと、紫外線による劣化を防ぐために、アルミシートで保護しています。古い方のろ過装置は、3年目になりますけど、まだ全然丈夫です。長い説明になりましたが、今回の動画が、少しでもお役に立てば、嬉しいです。ですね。ですね。というわけで、今回は、亀太郎による、ろ過装置の作り方の紹介でした。